高橋是清が残した日本経済発展への道しるべ。イントロダクション。日本の経済発展において、高橋是清は普及の足跡を残しました。明治から昭和初期にかけて、彼が築いた経済、財政の基盤と理念は、現代の日本経済にも大きな影響を与え続けています。彼の歩みをたどることで、私たちは日本の経済発展への重要な道しるべを見出すことができるでしょう。彼の経済政策は、時代を超えて日本の経済発展の指針となり、その先見性は今日でも高く評価されています。貧困から這い上がった経済の巨人。高橋是清ってどんな人なのだ？幕末の江戸で下級武士の家に生まれ、幼くして父を亡くして極貧生活を送った人よ。でもその経験が後の経済政策に大きな影響を与えることになったの。彼は幼い頃から貧困の厳しさを身をもって体験したわ。でもどうやって勉強したのだ？昼は働いて夜は学問という苦学の日々を送り、後にアメリカに渡って実践的な金融や経済の知識を身につけたの。特に英語力と国際感覚を磨いたことが後の活躍につながったわ。彼は横浜の英語塾で学び、その後アメリカのフィラデルフィアで会計学や経済学を学んだの。この経験が後の国際金融での活躍の基礎となったのよ。国際金融での功績。外国でも活躍したと聞いたのだ。そうよ。特に日露戦争の時期に彼の手腕が大きく発揮されたの。当時の日本はまだ国際的な信用が低かったけど、高橋は持ち前の交渉力と誠実さでロンドンやニューヨークの金融市場で資金調達に成功したわ。彼は日本の国力に見合った適切な条件での外債発行を実現し、これが日露戦争の勝利に大きく貢献したのよ。すごいのだ。どうやってそんなことができたのだ？彼の誠実な交渉姿勢と国際感覚が海外の投資家たちの信頼を獲得したのよ。これにより日本は国際金融市場での地位を確立することができたの。特にロスチャイルド家やモルガン家といった当時の世界的な金融家たちとの信頼関係を築き上げたことは大きな功績だったわ。経済危機を乗り越えた手腕。日本が困った時も助けたって本当なのだ？その通りよ。第一次世界大戦後の金融恐慌や昭和恐慌の際に高橋財政として知られる積極財政政策を実施して日本経済を立て直したの。彼は大蔵大臣として当時としては革新的な経済政策を次々と実行したわ。難しそうな言葉なのだ。簡単に言えば政府が積極的にお金を使って経済を元気にする政策よ。当時としては革新的な考え方だったけど、これにより多くの人々の生活が改善されたの。具体的には公共事業の拡大や金本位制からの離脱、そして日本銀行による国債引き受けなどの政策を実施したわ。これらの政策はケインズ経済学が世界的に注目される以前からすでに実践されていたのよ。残された経済発展の指針。高橋是清の教えは今でも役立つのだ。もちろんよ。特に国際金融での活動と国民の信頼を得る手腕は現代にも通じる重要な教訓となっているわ。残念ながら1936年のに26事件で暗殺されてしまったけど、彼の理念は今でも日本の経済政策に大きな影響を与え続けているの。彼が示した財政金融政策の基本的な考え方は現代の経済危機対応にも重要な示唆を与えているのよ。まとめ。高橋是清が残した経済発展への道しるべは、現代においても私たちに重要な示唆を与えています。国際感覚、誠実な交渉姿勢、そして危機に立ち向かう革新的な政策立案能力。これらの要素は、今日の日本経済を考える上でも重要な指針となっているのです。彼の築いた基盤は、日本の経済発展の礎として、今なお輝き続けています。彼の経済政策の本質は、国民生活の安定と経済の持続的発展の両立にあり、この理念は現代においても変わらぬ重要性を持っているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。